こんにちは、ミッキーです。先日ご紹介しました福岡見どころ特集に引き続き、今回は福岡の絶品グルメ特集としてご紹介していきます。今回は2泊3日の旅だったんですけれども、食べたいものは全部食べるスタンスで下調べでチェックしたお店を中心に巡ってきました。もちろん今回ご紹介するお店以外にも気になっていたお店はありますし、福岡在住の方からすると定番中の定番なのかもしれませんが、ぜひ同じく観光で福岡を訪れる方を中心に参考にしていただければと思います。さらに現在は全国旅行支援も開催されていまして、割引率 40% という高還元なキャンペーンをやってますので、ぜひこの機会に訪れてみていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめは中洲エリアから元祖博多明太重をご紹介していきます。日本初明太子料理専門店で看板メニュー元祖博多明太重の生みの親でありますこちらのお店。博多名物として多くの人に愛される明太重は平日の早朝から行列になりますとてつもない人気メニューでございます。手間暇かけてじっくり漬け込んだ昆布巻き明太子を海苔を敷いたほかほかご飯の上に乗せて旨味成分たっぷりの特製かけだれをつけて食べる絶品メニューになっています。かつて知る人ぞ知る一品として人気だったこの料理は福岡県初の明太子料理専門店でありますこちらの元祖博多明太重をオープンするにあたり復刻したということでございます。この日はこういった形で半麺セットというものをいただきまして、明太重に加えてつけ麺もいただくことにしました。この明太子を漬け込む調味だれは昆布などの様々な旨味成分を調整しているため、深い味わいが魅力的になっています。この特製かけだれが明太子の風味をより豊かにしまして、美味しさをさらに引き出してくれるということでございます。タレの辛さは基本小うま辛、中うま辛、そして大うま辛といった形で4種類ありまして、それぞれ唐辛子の種類を変えることで辛さの中にも旨味が際立つ調整を行っていますので、お好みの味をぜひ探していただければと思います。こういった形で明太重にタレをかけていただくことで食べることができるんですけども、個人的には明太重だけでも結構お腹いっぱいになりますので、冒頭で申し上げた通り、朝食でいただく方は明太重だけでもいいかもしれません。続いては太宰府エリアからカフェ笠野屋from笠野屋さんをご紹介していきます。大正11年創業の太宰府名物であります梅ヶ枝餅の提供で有名な笠野屋さんがプロデュースする大正ロマンカフェをご紹介していきます。今映していますのは笠野屋さんで提供されています梅ヶ枝餅の様子でございまして、こういった形で一つ一つ手作業で焼かれている自慢の梅ヶ枝餅を出来たてほやほやの状態でいただくこともできますので、もちろん今回ご紹介するカフェ笠野屋さんもおすすめなんですけども、テイクアウトしていただいて食べ歩きをするのもおすすめかなと思っています。そしてこちらがカフェ笠野屋さんになっていまして、和と洋が融合するレトロモダンな隠れ家空間の中で笠野屋とチョコレートショップがコラボしたオリジナルメニューの提供もあるのが特徴になっています。看板メニューは紅梅と白梅というメニューでございまして、香ばしい焼き餅とチョコレートのコラボレーションをぜひお楽しみいただければと思います。もちろん今回私がいただいたような名物の梅ヶ枝餅セットも必見になっていまして、私も初めてだったのでまだ梅ヶ枝餅を試したことがないという方に関しましては、基本の梅ヶ枝餅セットをいただくのが一番おすすめかなと思っています。提供していただくような器とか食器に関しましても和なテイストでいただくことができますので、雰囲気抜群にこの梅ヶ枝餅を試すことができるかなと思っています。合わせていただきましたこちらの抹茶もとても美味しかったのと、例えばコーヒーと合わせていただくこともできますので、そのあたりはぜひお好みのペアリングで試していただければなと思います。もちろん梅ヶ枝餅気に入られた場合はお土産用にも買っていただくことができるかと思いますので、ぜひそういった用途でもご検討ください。続いてご紹介しますのは東神町駅の近くにありますマルゲッタさんでございます。東神町駅はですね、
前回の福岡見どころ特集でもご紹介しました福岡大堀公園の近くにもありますので、大堀公園に立ち寄っていただいた際に訪れていただくととても効率がいいかなと思っています。こちらのマルゲッタさんは営業時間が11時から15時までと限られていますので、ぜひ旅の際にはランチの予定に入れていただいて、ぜひとも訪れてほしいなと思っています。数種類の粉を独自にブレンドして明太子によく絡むように仕上げた自家製パスタのレストランでございまして、日本で初めて明太子を作った福屋さんの一本物の明太子を使った見た目もインパクト抜群な生パスタでございます。こちらはペペロンマルゲッタになってるんですけども、クリームマルゲッタもいただくことができますので、お好みの方を頼んでほしいなといったところでございます。こちら生パスタ独特のもちもち感と豊かな小麦の風味も特徴的なんですけども、付け合わせでいただくことができるこちらのパンもですね、余ったパスタソースにつけていただくのも楽しみ方の一つだということでございます。続いては博多駅から大地のうどんさんをご紹介していきます。揚げたての特大ごぼう天が自慢のお店になっていまして、うどんを美味しく食べられますように注文を受けてから麺を茹でて天ぷらを揚げているということでございます。少し提供まで時間がかかってしまうんですけども、ぜひとも食べていただきたいようなメニューになっています。こちら一番おすすめな肉ごぼう天をこの日いただきまして、器から溢れんばかりのごぼう天がインパクト大ですよね。実際に私もいただいた後も満腹感はしばらく続きまして、特に男性の方、たくさん食べる方なんかにはおすすめだと思いますし、結構地元の OL さんなんかもいただいてましたので、ボリュームはあるんだけどもペロリと食べられてしまうようなソウルフードになっているかなと思いました。続いてご紹介しますのは赤坂駅の近くにあります元祖長浜屋でございます。ぜひとも福岡に来たからにはラーメンを試したいと思うと思うんですけれども、こちらの元祖長浜屋さんは昭和27年に屋台で創業した老舗店になっていまして、特におすすめなラーメンになってますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。博多ラーメンの一つのジャンルでもありまして、市場関係者向けに提供されてきました長浜ラーメンの中でも最も歴史がある店舗でございまして、地元ではガンナガの愛称で親しまれているということでございます。開業当初から今もなお変わらぬ味を守り続けていまして、ラーメン店で麺だけをおかわりできる替え玉発祥のお店としても知られていますので、ぜひともそういった味わいと雰囲気と試していただきたいお店になっています。続いてご紹介しますのも福岡グルメとしては外せないもつ鍋のお店になっています。こちらは博多駅からも近いもつ鍋一富士というお店でございまして、非常に高級感あふれるお店になっています。100年続くもつ鍋店としてこだわり抜いた極上のもつ鍋を提供したいという思いで提供しています福岡随一のもつ鍋店になっています。こういった形で非常に豊富なメニューがありまして、もつ鍋は味噌と醤油とポン酢でいただくことができるんですけども、一番のおすすめは味噌だということでございます。白味噌仕立ての上質な味と口の中で肉厚な牛もつがとろける絶妙な味わいが自慢の一品になっていまして、オーダーを受けてから一つ一つ丁寧に作ってくれるのも嬉しいポイントになっています。コースメニュー等もありますので、予約していただいて十分にゆっくりと楽しんでいただくのもおすすめかもしれません。他にもおすすめなメニューがありまして、そのうちの一つがこちらのスモツになっています。スモツに関しましても、ぜひこの一富士さんで試してほしいというふうに店員の方に教えていただきましたので、皆さんももつ鍋ができるまでの時間の間、こういったものを試してほしいなと思います。あとは先ほどからもご紹介してますけれども、博多の名物であります明太子もいただくことができますので、ぜひもつ鍋の前の時間に味わってほしいなというところでございます。こちらの店は一軒家スタイルで1階から3階までの広々空間ながら高級感のあるおしゃれな和空間でございますので、様々なシーンで利用できるかなと思っています。そして目玉になっていますのがこちらのもつ鍋でございます。非常にボリュームたっぷりにいただくことができまして、見た目にもとても美味しい雰囲気が伝わってくれるかなと思いますので、ぜひとも訪れていただいた際には頼んでほしいなと思います。他にもたくさんおすすめのメニューもありますし、ぜひ一日の最後の締めとして訪れてみてください。続いては中洲に戻りまして、鉄鍋中洲本店をご紹介していきます。こちらの店は食べログ餃子100名店2021にも選出された名店になっていまして、特に餃子がおすすめなのでぜひとも訪れてほしいです。1962年に博多駅前にて屋台としてスタートした老舗でございまして、
鉄鍋に乗せた熱々の一口餃子が看板メニューになっています。餃子以外にもごまさばや馬刺しなど九州の味を楽しむことができまして、店内を流れる1980年代の BGM も相まって雰囲気も抜群な空間になっています。創業以来、食材は全て国産、全て手作りにこだわりまして、変わらぬ味を提供してくれまして、そんな名店の味わいをこちらの空間では楽しむことができます。餃子が提供されるまでも少し時間がありますので、ぜひ今映していますようなおつまみ3点セット等を頼んでいただきながら、ビール等で喉を潤してほしいなと思っています。今回ご紹介する博多の餃子はですね、昔からご飯のお供というよりもビールのおつまみ的な傾向が強いということでございまして、鉄鍋の餃子は鉄鍋の余熱でじっくりと火を通しているため、時間が経っても冷めずに味わうことができまして、そういった背景もあるからこそビールともとてもマッチするのかなといった印象でございます。そして福岡で外せないスポットとしてもう一つだけご紹介しますのが中洲屋台街になっています。こちら中洲の様子を映してるんですけども、中洲屋台街は翌朝の2時頃までやってますので、例えば先ほどからご紹介しているのお店の後に締めとして訪れていただくのもおすすめかなと思います。中洲、天神、長浜の3エリアで展開されていまして、人々に愛されていますので、地元の方の交流も含めて楽しんでいただくのにとてもおすすめかなと思います。ちなみに私はこの日はこちらの山ちゃんさんに訪れさせていただきました。以上、今回は福岡グルメ8選をご紹介させていただきました。私自身それほど胃のキャパシティが大きいわけじゃないんですけども、本当に福岡料理美味しくて、旅の中でもこの8県十分に回らせていただくことができました。次回の動画では福岡のカフェ特集しようと思ってるんですけども、カフェも結構巡っていまして、この福岡の3日間の旅の中でですね、もう本当に胃が満腹になってもどんどん食べられるような、そんな旅を過ごすことができましたので、皆さんもぜひ旅の日程をグルメ中心に組んでいただきつつ、前回ご紹介したような見どころと合わせて楽しんでいただくと、とても充実した旅にできるかなと思っています。冒頭でもご紹介しましたけども、全国旅行支援始まってますので、ぜひこの年末までの機会にお得に楽しんでいただくのはとてもおすすめかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。